世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はですね、接ぎ、MP ですね。メイポイントを消費して出す強力なゲージ技。このゲームでは契約の技と書いて接ぎって呼んでるんですけど、それがね、8種類必要なんですよ。ゲームを完成させるために。どういうことかっていうと、このゲーム方向属性っていう要素があるんで、上下左右の4種類。そしてそれぞれに強弱の2パターンがあるんで、4×2 で8種類の接ぎが必要になってくるんですけど、実はね、これがまだ6個しか技が出来上がってないんですよね。なので今回は、この動画が終わるまでにね、新しい設備を1つ完成させようかなと思います。でまずは作っていく前に、そのすでに出来上がってる6つの技っていうのを、把握できてないよっていうコメントもね、前回の動画にいただいてたんで、さらっとね、おさらいしていこうかなと思います。でまずは上弱から見ていきましょうか。一応操作の方法としては、左スティックを上に倒しながら R2 ボタン、これで出せますね。いわゆる格ゲーでいうところのコマンド入力みたいな難しい操作は極力やらなくても出せるようにっていうのを意識してますね。ちなみにこの時に R2 ボタンじゃなくて R1 ボタンを押すと、上方向の通常攻撃が出ますね。R1 と R2 で通常攻撃と接ぎを打ち分けるみたいなイメージです。で、話戻しまして、上弱の接ぎなんですけど、一周と言います。結構ベーシックな前蹴り、キックですね。攻撃前にかなり前進するというか、前方向にね、跳躍してるんで、結構リーチ長いっすね。あと、この攻撃はパリが負荷。プラス、スタミナ攻撃力も結構高めなので、なんというか初段とか差し込み技として優秀かなと思ってます。もうちょっと発生早くしてもいいかもしれないね、これ。じゃあ続いていきましょう。上強接ぎですね。爆心。操作方法は左スティックを上に倒しながら R2 ボタンを長押しすることです。この技はさっきのキックのパワー系バージョンみたいな感じですね。左肩でチャージタックルします。この技ももちろんパリされない。プラス、相手がね、ガードしてしまった場合は、確定でガードブレイクする技となってます。なので、結構発生はちょっと遅めですね。続いて、左方向見ていきましょうか。左弱。これも蹴り技ですね。旋風。こっちは上方向の蹴りとは違って、その場で回し蹴りするので、リーチはかなり短いです。ただ、発生がね、ご覧の通りめちゃくちゃ速い。回転率も結構いいですね。ただ、ちょっと連続で使うような技ではないかなと思います。おすすめの使用方法は、コンボのつなぎとかね。あとは、とにかく暴れたい時なんかに便利ですよね。ちなみにこの技実は足にパリ判定がついてるんで、相手の通常攻撃とうまく噛み合わせるとパリを取ることができます。ただもちろんパリの発生は通常のパリの方が早いんで、おまけ効果みたいな感じですね。さあ続いては左強、飛燕って言います。時計回りで回転して切り上げしてからの大きく後ろへ跳躍します。相手と距離をめちゃめちゃ離せる上に砂煙をね立てる効果もあるので、体勢を立て直したりとか、あるいはこっからさらに前ステップで距離を詰めて引いたと見せかけての奇襲みたいなねことにも使えるかなと思います。続いて右方向なんですが、右弱がねまだできてない技の一つです。右強が衝撃っていう技ですね。回転してから左手でメイエネルギーを前方に大きく射出します。まず威力が高いっていうのと、相手のガードを打ち破る効果があります。そしてガードしてない相手にヒットさせた場合は吹っ飛ばしてねダウンを奪えるっていう効果があるので、これをぜひ狙いたいところですよね。ダウンした相手には追撃が一発確定するので、それを含めてね火力を見ると結構とんでもないことになってます。ただメイの消費量が多い上に発生もね遅くてスパーマーがついてるわけでもないので、発生前を叩かれちゃうとすごく損した感じになっちゃいます。使いどころは難しいですね。続いて下方向行きましょう。下弱、地煙っていう技ですね。左手を地面に突き立てて砂煙を発生させます。一応左手に攻撃判定がついているので殴れるようになってますね。発生もかなり早いので、なんというか防御的な用途で使うことをイメージして作ったんですが、ぶっちゃけ今のところ左弱の旋風にねお株を奪われちゃってる感があるので、何かこの技独自のね要素を付け足してあげないとちょっとやばいかなって感じです。例えばガード判定を一緒につけてあげるとかもいいんじゃないかなと思ってますね。攻めのつなぎで使う旋風と守りの暴れで使う地煙みたいな感じの使い分けができればベストかなと思ってます。そして最後下強なんですが、こちらもまだ出来上がってない設備の一つですね。で前回の動画にねいろいろこの下強と右弱の設備に関するアイディアというかね提案みたいなものがたくさん来てたので、そこからちょっとインスパイアをもらいながらね右弱か下強のどっちかの設備を作っていきたいと思います。下強設備、打ち上げ系とかでコンボにつなげれたら楽しそう。それか回し蹴り系のジャ
ャンプで回避する感じの技。まあ下強だったらこの2種類が熱いよね。昇竜拳的なアッパー系の技か、小足みたいなね、地面を擦るようなジャンプで回避させるタイプの技。雪技が本編でいきなり使えるかはわからないですが、移動技とかカウンターとか使えると面白いと思います。移動系だったらね、ちょっとシステムで共通技として用意したいね。カウンターはありだと思います。入れるとしたら下強かな。なんかカウンターって下方向のイメージあるよね。スマブラのカウンターとかもそうだし。方向と技のイメージはリンクさせた方がわかりやすいので、下方向の強雪技は地面に干渉する系はどうでしょうか。鉄棒の騎士の足踏みのような。あれだね、地面を振動させたりとか隆起させたりして衝撃波で攻撃するタイプのやつね。これもジャンプで避けれそうだよね。右弱、ツバメ、大きく踏み込んで側撃を行う。これ多分あれだね、左強の飛燕と対になるような技だね。下強、これなんて読むんだろう。逆地転送、あるいは逆地転送、逆地かな、逆地転送。武器を呼び寄せる要領で自身を武器へ移動させる。あれだね、FF15 のノクティスだね。移動系の技でその後コンボとかもできそうな感じ。まあでもこれも入れるとしたらシステムで入れたいね。製品版にはワイヤーアクションとかも追加しようと思ってるんで、それと絡めて入れるのもありかな。雪技は製品版ではね、めちゃくちゃたくさん用意して、その中からプレイヤーが好きな8種類を選んでセットするっていうイメージなので、こういうめちゃくちゃ便利すぎる移動系の技とかはもうシステムとしてね、共通で全員使える技として準備した方がいいかなって思います。地面に剣を刺して周りが爆破。これあれだね、ベジータのファイナルエクスプロージョンだね。自分の HP にダメージ入るけど、めちゃくちゃ威力高いとかにしたら割と面白そう。右強が大きく吹っ飛ばす技なら、右弱はその場でひるませる技とかどうでしょう。メイであるなら先行や目くらまし。先行系はありかもね。衝撃と対になるようなモーション似てるけどこっちはひるませるだけみたいなのもありかもしれない。下強はちぎりに酷似したモーションで発動できるとかどうでしょう。なるほど、ブラフとして下強を使っちゃうっていうパターンね。これも一応雪技としてあってもいいかもしれないけど、体験版ではねちょっと8種類しか用意できないんで、ブラフ系はどうしても優先度下がっちゃいますね。雪技ってどんなものがあるのかちょっと思い出せないので誰か教えてほしい。この動画の前半を見るんだ。個人的にはまだエンチャントがなかったと思うので、右弱で武器を振り抜きながら魔法エンチャントとかしたらかっこいいかも。エンチャもねありなんだけど、同様の理由だね。体験版の8種類には入れなくていいかなっていう感じ。下強の雪技はメイの力で防御力を高めたり、相手の攻撃を我慢できる能力はいかがでしょうか。自身をバフする感じのやつだね。あと後半部分はソウルシリーズの我慢っていう戦技とも共通してるかな。バフ系のもね全然製品版になったらありだと思うんだけど、体験版の8種類には選ばれないかなと思います。下強当て身技とかどうでしょう。やっぱりこういうカウンター系はなんか下のイメージあるよね。当て身カウンター系もな。これもし入れるとしたらシステムから作らないといけないのでちょっと厳しいかな。もう体験版まであんまり時間がないっていうね。ただ製品版には絶対入れたいよね。下強はやっぱり弓の強射銃撃でしょう。雪技の下方向なんですが、しゃがんで反動を抑えつつメイを弓に込めて放つなんてのはどうでしょう。弓好きの方が結構いらっしゃいますね。これもね製品版の多数の雪技の中にだったらあってもいいかなっていう技なんだけど、体験版の限定8種類には残念ながら選びません。右弱はジャンプして敵を切りつける。受けた側は何らかの対空技または攻撃で避けなければならない。あんまり右方向感がないねこれで。側撃判定なのに攻撃で避けなければならないっていうのもシステムと齟齬が出てくるのでちょっと無理そうかな。シールドバッシュとかいいですよね。上強が一応バッシュになってるかな。右弱は一瞬だけチクリと刺す攻撃みたいな感じかも。感覚派の意見来たかも。右弱の雪技はジャンプや一つのようなモーションでひるみが取れるものはどうでしょうか。これあれだね、要はひるみ抜けだね。ダメージモーションをキャンセルして出せる技で仕切り直しなんかに使える技と。これはねあってもいいと思うんだけど、やるとしたら下弱の地煙にこういう効果つけようかなと思います。やるんだったらね、ジャンプからの急降下切りとかどうですか。ありだと思います。巻き菱や地雷みたいなトラップ技、これもね要素としてはあってもいいと思うんだけど、やるとしたらアイテムでやりたいね。雪技でやるというよりは。ちなみに体験版にはアイテムは登場しません。関係ないんだけどガンダム勢なんで下入力の技はカウンターだったり高威力の技で統一されてたりするからカウンターか高威力技がいいかな。スマブラの世界でもガンダムの世界でもカウンターは下方向でした。自罰もこれは下方向に決定ですね。下強の必殺技新脚とかどうすかね。かっこいいけど軽くでも説明しないと自分の納得のいかないやつができるかもしれないよ。地面を揺らして敵をひるませるみたいな感じだと自分はイメージしました。だとしたら自分も同じようなことを思ってました。笑。
なんか平和なコメ欄やな。下京スライディング切り上げどうすか？ありなんだけど、スライディングの分発生がかなり遅くなっちゃうっていうのと、スライディングをする動作がね、どっちかというと上方向な感じがするっていうのがネックかな。ということで、提案系のコメントからね、いろいろピックアップさせてもらいました。ちょっと全部のコメントはね、読めてないと思うんですけど、その辺はご容赦ください。なんかこういうのってね、アイディア、コメ欄で出たのをそのまま採用するっていうよりかは、こう、なんていうかな、アイディアの洪水みたいなところに自ら飛び込んでいって、で、自分の頭の中をね、いろんなコメントがこう駆け抜けていくことによって、なんかこう刺激されて、自分もハイタカ自身がね、何かアイディアを思いつくっていうことが結構よくあるので、なんかそれが目的みたいなところもぶっちゃけあったりします。で、コメント見ててね、思ったんだけど、なんか下京の提案の方がめちゃくちゃ多かったね。右弱より。まあ、多分あれだろうね。この千罰っていうタイトルが第一進行がテーマだからこそそっちに偏っちゃったっていう感じかな。というわけで今回ねいろいろ読ませてもらって僕自身もね下京の設議を最終的に1個生み出したので最後にそれを紹介して終わりたいと思います。一応コメント欄にもね似たようなアイデアとかがあったと思うんでそこから着想を得て最終的にどうなったのかね見ていきましょう。昇竜山。はい。というわけで、こちらが下京の設議ですね。回転で力をためながらジャンプして切り上げ、そこから溜まった位置エネルギーを利用して大きく叩きつけるっていう感じの技ですね。まずね、はじめに一つ言わせてください。カプコンさん。ありがとうございます。そうですね。ストリートファイターの昇竜拳にめちゃめちゃインスパイアを受けてます。てかね、昇竜拳っていう名前がね、かっこよすぎるよね。竜が昇るっていうのがね、このゲームのバックボーンにもめちゃくちゃ合ってるんだよね、実は。その昔空を目指してね、竜が反逆して登っていったところ、千罰によって落とされてしまったっていうね、伝承というか昔話があるんだけど、つまり翼を持って登っていく竜たちって反逆の象徴なんだよね。で、このゲームのタイトル、英題だとライズ・オブ・リベリオン、反逆の上昇っていうんだけど、もうまさにだよね。この下京設議主人公技やるっていう感じなんだよね。というわけでね、開発名称は昇竜スラッシュ、そう、昇竜山っていう名前にさせてもらってます。ただやっぱさすがにね、昇竜ってつけちゃうと、どうしてもね、ストリートファイターのたかしくんが脳裏によぎってしまうので、ちょっとね、名前の方は体験版リリースまでにね、ちょっとちゃんとしたの考えておこうと思います。なんか反逆とかそんな感じの字入れたいね。もしいい案とかあったらコメント欄でね、お願いします。じゃあちょっと性能の方をですね、見ていきましょうか。まずこの技、コストがめちゃくちゃ高いです。一応今ある設議の中で一番 MP の消費激しいのは衝撃っていう吹っ飛ばす技なんだけど、あれが消費60ですね。で、この昇竜山は消費が45ということで、ギリギリ2回打っても千罰が来ないって感じですね。ただその後別の設議を一つでも使うともう千罰が来てしまう状態っていう感じだね。で、威力の方なんですが、そのコストに見合った性能してますね。初段を当てるとね、2発目の叩きつけがチェーンで繋がるようになってるんだけど、もうこれをね、丸々一つの技として見ると、一応最強の技かな、威力的には。で、その上ですね、1段目が結構スタミナ攻撃力高めにしてあるので、ガードを構えてる相手に対して1段目を当てた場合も、もしそれでガードブレイクできればね、2段目が確定でヒットするようになってます。結構便利だよね。ここまで聞いてるとね、なんかめちゃくちゃ強いやんけってなってくると思うんだけど、実は弱点もありますと。このゲーム実は空中にキャラがいる時ってめちゃくちゃ弱く設定してるんですよ。この昇竜山以外にもね、通常のジャンプとか、あと壁ジャンプで三角跳びとかできるんだけど、これら全て共通でね、弱点があって、空中にいる時に何らかのダメージを受けると必ずダウンするっていう弱点があります。ダウンしたらね、その後一発確定で入れられちゃうんで、結構だるいですよね。なので昇竜山は発生さえさせちゃえばもうめちゃくちゃ威力も高いし、ガードにも強いし、最強な技なんだけど、発生前とか発生後の空中に浮いてる間を叩かれるとめちゃくちゃ痛いっていう感じのハイリスクハイリターンな技みたいな位置づけにしてみました。もちろんたかしくんの昇竜拳とは違って無敵フレームとかもついてないので、結構この弱点が敗因になってしまうようなこともしばしば発生するんじゃないかなと思います。というわけで今回は下京の設議昇竜山ですね、皆さんにご紹介させていただきました。昇竜山のね正式名称だったりとか、あと右弱の設議ですね、どういう技にするか、アイデアは常時コメント欄で受付中ですのでどしどしご応募ください。というわけで今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。